皆さんこんにちは、あここです。いつも YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。いつもと違うスタイルで初めて自撮りをしているので、なんかうまく撮れてるのかよくわかんないんですけど、ちょっとねいつもと違う感じでお届けしたいと思います。で、今日の、内容なんですけれども、今まで作った作品の紹介をしてみたいなと思ってたのもあって、今日はねそれ系の動画にしたいと思っています。で、私はですね刺繍と、あとはテキスタイルデザインで、テキスタイルデザインの方で言うと布のデザインとか、あとはこういう雑貨ですね。これはもう今自分用にハンカチとかノートとか作ってて、まだね販売とかはしてないんですけど、ピント合ってんのかなそうしてないんですけど、いつかねこういうテキスタイルデザインとか刺繍でねオリジナルのブランド作りたいなとも思ってやってるんですが、今日はその中で刺繍で今まで作ったものの中でも、私がこの刺繍とかテキスタイルデザインのお仕事の中でも一番古いというか長くやっているウェディングアイテムをご紹介したいと思っています。で、私がやっているウェディングブランドがパージュブランシュ、なんかこの辺に出しておこうかなパージュブランシュっていうフランス語で白い1ページみたいな意味の、ブランドをやっています。まあね、結婚生活ってこう2人出会った2人で新しく始めるこう人生の新しい1ページだよねっていう意味を込めて、白い1ページっていう意味のパージュブランシュっていうブランドをやっているんですけれども、商品の内容としては、私が刺繍で作ったウェディングベール、花嫁さんがつけると、あとはそれに合うような刺繍のヘアアクセサリーとかを、レンタルさせていただいております。そうでね、うちのそのサービスの商品の特徴の一つとして、ウェディングベールを花嫁さんにオーダーしてもらうオーダーレンタルっていうスタイルの、サービスが人気です。で、オーダーレンタルって何かっていうと、花嫁さんからねこういうベールを作ってほしいっていうオーダーをいただいてお作りします。で、あと当日使ってもらった後は普通だと買い取りなんですけど、それを私の方にお返しいただいて、次の花嫁様にレンタルしていくっていうのがオーダーレンタルっていう、サービスになってます。そうするとね、やっぱ刺繍ってこう時間もかかるので、一人の花嫁様にこう買い取っていただくとやっぱすごく値が張ってしまうんですよね。しかもオーダーだと。そこなんですけど、それをどうにかしたいなと思って、そのオーダーレンタルっていうサービス仕組みっていうのを取り入れてみようと思って、今ねこれだけのこれまとまっちゃうと分かんないな、こんな今ね大小合わせて6個のウェディングベールをこれまで花嫁様にお届けしてきました。で、今日はねこれと、そのパージュブランシュでレンタルしている刺繍のヘッドアクセサリーを、皆さんにねご紹介したいと思います。なんか今までこういうのを作ったことなかったなと思って、せっかくならね皆様にも見ていただければと思っているので、話し方は拙いんですけど、よろしければ最後までお楽しみいただけると嬉しいです。で、順番としては、アクセサリーから始めて、で最後ベールを、短いベール順にいこうかなっていう風にご紹介していこうと思うので、よかったら最後までご覧いただいて、でよければこのデザインが好きだなとかいうのをコメントで教えてもらえると私が喜びます喜びますし、このベール、このデザインがやっぱ人気なんだなっていうのも分かるのでね、はい、そういった感じで最後まで楽しんでいただけると嬉しいです。じゃあそれじゃあ行ってみましょう。はい、というわけで、これがアトリエの一番奥にあり、
私のアトリエの雰囲気を作ってくださっているイギリスだったかな、ビューローという、アンティーク家具です。でここがね蓋になってて、こんな感じで机になるんですよ。でこのユーロの下の引き出しに、パージュブランシュのアクセサリーを保管しています。このねとってもめちゃめちゃ可愛いんですけど、開けたいと思います。じゃん。で中には非売品のものもあるので、ちょっとねここからご紹介をしていきたいと思います。はい、まず最初にご紹介するのがこちら、当店の唯一の耳飾りである、現時点でのイヤリングです。これは刺繍ではないんですけど、見えるかな、このトップの部分はフランスのヴィンテージのボタンを加工して作っています。で下のシャラシャラの部分に関しては私がねチェーンに一個一個スパンコールを折ってつけてこんな感じでシャラシャラで揺れるデザインを作りました。でこれねこうです。すごいジャラジャラついてるんですけど、スパンコールなので重さはね全然ないです。そうでイヤリングもここをねネジで調節できるので、花嫁様のねそれぞれの耳たぶの厚さに合わせてお付けいただけます。軽くちょっと私のちっちゃい耳で合わせてみるんですけど、こんな感じですね。どうですかね。私がパージュブランシュもそうですけど、結構アンティークが好きなので、パージュブランシュとか普段作る作品も結構アンティークっぽかったりとか、アンティークに合うようなデザインが多かったりもしますので、これもねそういったベールとかヘッドアクセサリーお借りいただいた時に一緒に合わせて使っていただけるような耳飾りがあるといいなと思って1個作ってみました。まだねこちらは、レンタルで出たことがないので、よかったらファーストオーナーになる方お待ちしております。はい、続いてがですね、こちらの大きなキラキラキラパンジーをモチーフにしたヘッドドレスです。すごいキラキラしてます。で花びら一枚一枚を別々でね作って、スパンコールと金色の糸を使って、あとブラウンですね、ブラウンのこれもメタリックな糸を真ん中につけてるんですけど、これで全部刺繍を一枚一枚して、で一枚一枚の花びらの中にワイヤーを縁にね仕込んでいるので、形が自由自在なんですよ。それで立体的な形を作って、でこの葉っぱの部分も全部オーガンジーの上にビーズで刺繍をして、ギュッとまとめたらこんな感じになりました。でこういったね小枝みたいな透明のビーズとかもついていて、もうほんとこれは一つあれば主役級のヘッドドレスになるようなものになります。で裏側は合皮ですね。汚れに強い合皮とこれコームをつけております。これもね多分これパージュブランシュで最初にできたヘッドドレスです。でも私ちょっと髪が短いので当てるだけにしようと思うんですけど、多分ちゃんとセットすればショートの方でもね結構かっこよくつけていただけると思います。これちゃんと写ってるかな、こんな感じとかねとか、あとはシニオン後ろでゆるくお団子っぽいスタイルにして、こうやってね後ろにつけていただくだけでも本当にすごいね主役感がある。でこう見る角度によって
宝石とかねビジュとかじゃないんですけど、スパンコールがこうキラ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 ってこんな感じで光を反射してねキラキラするのでおすすめです。ナイトウェディングの、ね、方とかブラックドレスを着る花嫁さんとか最近いらっしゃると思うんですけど、そういったドレスにも似合うと思います。じゃんはい、続いてご紹介するのがこちらが多分 2番目に作ったやつかな。ヘッドアクセサリー系は全部オーダーレンタルじゃなくて、私がデザインを全部やって作ってるものになるので、いろんなインスピレーションがあるんですけど、これはですね、大犬のふぐりっていう野草、春になると咲いているブルーのちっちゃい野の花があるんですけど、多分ね皆さんもご覧になったらわかると思うんですけど、そうね、この今外で鳥がめっちゃ鳴いててそう大犬のふぐりをめっちゃでっかくしたモチーフを使って作っています。でこれも花びら一枚一枚よく見ていただくと、金色の糸と、あとは細長くてちっちゃいビーズをこうライン状に交互に刺繍をしていて、で真ん中はバロックパールっていうあえていびつな形をしたパールの薄いグレーのやつですね。でこんな感じで白いビーズとかでパーって真ん中から伸びていて、でこのブルーのやつ、これですね、お花の形をしたガラスの可愛いビーズなんですけど、これはねフランスのアンティークものですね。すごい色が控えめでいい感じなので、真ん中のところに真鍮のビーズをつけて一緒に合わせています。でこのアーモンドみたいなこのビーズもヴィンテージのものですね。でここには真鍮のモチーフを、葉っぱのねモチーフを合わせています。で裏側はこんな感じです。一応こうワイヤーでねくるくるつけてるんですけど、チクチクしないように端っこの部分とかはちゃんと固めて、ちっちゃく接着剤とかをつけて処理をして作っております。これもねさっきのパンジーよりかは大きさは控えめなので、これいろんな方にねつけていただきやすいと思います。これ私でこのショートヘアでもいけるのかな。なんかちょっとヘアスタイルのやり方自体はあんまり得意じゃないので当ててみるんですけど、サイズ感としてはこんな感じです。見えてますかね。こんな感じ。後ろにつけるとこんな感じ。これも結構何にでも使えそうなサイズ感かなと思っています。じゃん。一応商品名はベロニカ・ペルシカっていう名前なんですけど、理由としてはね、その日本名の大犬のふぐりっていうのがふぐりっていうのがね調べるとなんでそんな名前つけたんみたいな名前になっていたので、英語名のねこのお花の英語名のベロニカ・ペルシカっていう名前を商品名にしました。そっちの方がねこの可愛いお花に合ってるなと思ってます。こんな感じですね。はい、次のヘッドドレスがこちらです。双子ちゃんこれもね、これ2つで1個セットです。お花のところがこれもビーズ、白いビーズがフランスのアンティークビーズを使ってます。もうね糸がね糸通しのされてるビーズなんですけど、もう古くて糸がヘロヘロなぐらいアンティークなんですよ。だから多分もともとは真っ白だったのかな、なんですけどくすんだもうね、もう使った時点で
すでにくすんだちょっとグレーっぽい白になってるんですけど、アンティーク好きだからっていうのもあって、なんか逆にそれがエモいっていうんですかね、最近だとなと思ったりとかして、ちょっとぷっくりしたデザインにしてます。でよく見るとお花はこの二重になっていてね、こう内側にゴールドで作ったお花をちょっとこう組み合わせてぷっくりとしたデザインになってます。であとこっちの楕円形の白いビーズも、こちらもアンティークです。これはねスフレビーズって言って、もう今はね作られてない技法で作られたビーズです。要は吹きガラスあるじゃないですか、ふーって膨らまして作る、それと同じような作り方で、ちょっと今外のトラック通ってごめんなさいそう吹きガラスで作った、もうね現代では作られていないので貴重なビーズです。昔はねそのドレスのローブとかにこのビーズを使ってたそうです。すごいですよね。そうと、あとはこの真鍮のパーツを合わせて2個1でお貸し出ししています。なのでなんだろうな、もちろんねこう2つ一緒につけてもらうのもありですし、両サイドとか分けてつけていただくもいいですし、あとはね私がこんな風に使ってもらえたら嬉しいなって思うのが、別に花嫁様だけがレンタルできるわけではなくって、どなたでも晴れの日とかね、それこそ結婚式のお呼ばれの時に貸すこともできるので、例えば親子で結婚式に参列される時にお母さんと娘さんでこう1個ずつつけていただくのもいいですし、で花嫁さんもねお子さんと一緒に結婚式を挙げる方もいると思うので、花嫁さんと娘さんと1個ずつつけるっていうのもすごく可愛いし、なんかそういう写真見てみたいなっていう風に思いながら作りましたので、これもねお好きなアレンジお楽しみいただければ嬉しいなと思っています。裏側の針金が多い部分はね合皮をちゃんと縫い付けてチクチクならないように処理しています。はい、続いてはこちらヘッドドレスです。これすごい華奢なネックレスみたいなんですけど、これもねヘッドドレスなんです。これはだいぶ変わり種で、まだねレンタル出たことないんですけど、これは私可愛いんじゃないかなってすごい自画自賛してる。ちょっとなんかね中世のヨーロッパの建物の模様とかからインスピレーションを受けて全部ビーズで作ってます。でこの白いビーズはさっきお見せしたヘッドドレスと同じアンティークのフランスのビーズを使ってますね。でこうちょっとチューリップみたいにねこう下が送って真鍮のパーツがついて、これもヴィンテージのチェーンがつながってるんですけど、これねどうやって使うかっていうと、ロングヘアの方とかいいんじゃないかな。裏側にこんな感じでトンネルがあって、ここにアメピンとかピンをね刺してつけていただく感じなんですけど、いろいろ使い方あって、私が最初に考えたのはロングヘアの方とかにちょっとマーメイドっぽくねダウンスタイル、結ばないスタイルで髪の毛やってもらって、こんな感じ、ちょっとタルンってネックレスっぽくたゆませてもらって、でこの両サイドでピンで押さえる。これちゃんと見えてますかね大丈夫かな、こうかな。そうこんな感じ。ちょっと後ろちゃんとなってるかわかんないんですけど、そうこういう感じでピント合わないな。ここがねチェーンが二重になってるので、ちょっとその二重の感じを見せていただきながらつけていただくのが見たいと思って作りました。で他にも多分使い方ってカチューシャ風で固定してもらうもありですよね。この辺とかにもピンをところどころちょっと隠しながらつけてもらって、耳の後ろでピンで留めてもらったりとか
結構ねいろいろな使い方ができると思います。あとはなんだろうな、お団子ヘアとかにして、でお団子ヘアのお団子の部分の両サイドにつけて、なんか金具垂れてますみたいなそんな使い方もできるし、結構ね使う人のアイディア次第で何にでもなれる。そうシンプルで小回りも利く車みたいな宣伝になってるはいデザインなので、これぜひ使ってみたいという方いたらレンタルお待ちしております。じゃじゃん、軽いですよすごい。はい、でもう一つヘッドドレスあるんですけど、これはねこの後ご紹介するベールとセットのものになるので、その時に一緒にご紹介したいと思います。一応非売品のやつも過去作品としてご紹介しようと思うんですけど、でもこれ私が本当に刺繍を始めたて最初の頃に作ったヘッドドレスです。だからほとんどね刺繍してないここのお花とこの葉っぱのとこだけで、このなんだこれ蝶々とかは真ん中にビジューをつけた以外は何もしてないんです。あと羽で、これ何かっていうと、私が自分の結婚式の時につけたヘッドドレスです。でもなんかこれ作った時になんかこういうのを花嫁さんに届けられたらそういうお仕事楽しいなと思った最初の作品だったりしますはい、でこれも非売品なんですけど、前ねちょっと販売しようか迷ってやめちゃったやつなんですけど、和装のね花嫁さんにいいかなと思って作ったやつです。でこれはドライフラワーのこのアジサイだな、アジサイのドライフラワーをコームにつけたやつ、全部セットですね。これコームにつけたやつと、あとねこれはヴィンテージのパーツなんですね。で買い取った時にちょっとその売り主さんも多分だけどもともと帯留めに使われてたパーツじゃないかなとおっしゃってたんですけど、これもねなんか可愛いなと思って2つ仕入れて、でかんざし風にしています。でこれに合わせてこれつがいのつるですね。でごめんなさい、ちょっとワンコが吠えてるんですけど、ちょっと花っぽいデザインでつるのデザインを作ったんですけど、ちょっとね細かいが過ぎてあんまりね綺麗にその時できなくってやめたんですよね。でも今の私ならまた作れるのかなちょっとはねまたもうちょっと綺麗に作れたら商品化する未来もありえるかなと思ってるんですけど、これねセットで和装の花嫁さんとかがつけてくれたら絶対可愛いこうやってさ、なんかお団子とかしてるところにこんな感じでなんかボリューミーにねつけてもらえたらいいなと思って、作ったものなんで、もしねまたいい感じのができたらこれもパージュブランシュのラインナップに加えたいなと思っています。ちょっと画面明るいですかね。明るくてよく見えなかったらどうしよう。はい、でここまでがヘッドドレスのご紹介でした。でここからはベールのご紹介に移ろうと思います。なんかちょっと画面明るいすぎますか？明るすぎたらなんかベールあれですよね、なんか白で飛んじゃいそうなので、ちょっと次の切り替えの時に少し暗めの設定になってるかも。はい、というわけで、次からはちょっと画像を暗めにして白飛びしそうだったので、さっきのヘッドドレスのご紹介の時より少し画面暗くなってるかもしれないですけど、ベールをね短い順、長さが短い順からご紹介していこうと思います。最初のベールがこちらです。じゃんじゃん。
じゃんこれはねマリアベールですね。マリアベールご存知ですかね。それこそ名前の通り聖母マリア様がつけていそうなベールです。でなんだろう、一般的にとかよく見る花嫁さんのウェディングベールってこう前にね布を垂れていて、ベールアップでベールダウンしてもらってベールアップで開けてもらうっていうのがよく見るやつだと思うんですけど、これはねベールダウンしないやつです。なので本当マリア様の頭につけているベールみたいにこんな感じで、ちょっとつける位置はね髪型によっていろいろだと思うんですけど、こんな感じでつけていただいて、私似合うかな、大丈夫かな。こんなねお顔周りにこんな感じでつけていただければと思います。これほんとつける位置によってちょっと前寄りにつけたりするともうちょっと顔にねかぶって雰囲気が出たりとか、あとはシニオンですね、下っ側にちょっとゆるいお団子を作って、でこういうつけ方もありです。結構ね海外の花嫁さんとかだとこうやってちょっと後ろにこうやって垂らしてる方とかもいらっしゃるので、こういうのもありです。でこれすっごいゴージャス、パージュブランシュのベールの中でも結構ゴージャスな方だと思います。そう、髪の毛が細だねそうなんかこれはですねマグノリアっていうウェディングドレス、人気のドレスであるんですけど、それを着用される花嫁様がそれに合った華やかなベールが欲しいというオーダーをいただいて作ったものになります。でこの縁のところにねウェディング用の大きなレース、ちょっと立体感もあって大きなレースを縫い付けて、で縁とかにね透明のビーズを縫い付けたりとか、部分的にこのスパンコールつけて少しキラキラさせたりとかしていて、で縁のところはねドレスの花柄に合わせたお花を全部これ刺繍で作ってます。白いオフホワイトの糸と、あとはゴールドのお花ですねゴールドの糸か、ゴールドの糸でお花を刺繍全部作って、でこの葉っぱの部分も全部刺繍でオフホワイトとゴールド作っています。すごい華やか。そうだから面積はねちっちゃいショートベールなんですけど、存在感はかなりあると思うので、挙式の時にベールつけて、その後披露宴とかやる時にベール外したりするとだいぶね印象もガラッと変わるぐらい存在感のあるベールでございます。じゃん続きましてこちら、これはですねオーダーレンタルじゃなくって、私が一番最初に作った2番目かな2番目に作ったウェディングベールですし、うちのねパージュブランシュにオーダーしてくる花嫁様のほとんどがベールダウンしないベールでオーダーされる方が多くって、それが多分これを私が作って発表したからじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、これもさっきご紹介したのと一緒でマリアベールです。ベールダウンしないタイプのものです。でこれはねかなりどうだろう、遠目に見ると結構シンプルなんですけど、この縁見るとこんな感じで見えるかな。こう一個一個モチーフみたいにこう周りに縁でビーズを刺繍していて、でこの丸いねお花で全部これ刺繍してます。糸と真ん中にビーズつけて、茎の部分は銀色の細長ビーズで
銀色の糸で葉っぱを作って、でこのモチーフを何十個作ったかな、なんかね多分50個はいかないぐらいだけど40何個ぐらい作って全部ね縁に縫い付けてるんです。そうで最後にね裾のところにアンティークのレースがあるんですけど、これもねもうアンティークものなのでだいぶ色がセピア色になってきてるんですけど、ちょっと蝶々っぽくつけています。私マリアベール似合うかどうかちょっと甚だ疑問なんですけど、これをねつけていただくとこんな感じで合ってるかな、ちょっとねお花嫁さんっていう感じないけどこんな感じですね。でこれもつけていただく位置によって変わるんですけど、これで、ね、レンタルしてくださった花嫁様のとか見るとここのねラインがすごくいい感じだったりとか、わかるかな、なんかちょっと波打った感じのラインが出たりするのでシンプルだけど可愛い。全然後ろ見えてないかも。よいしょ、見えるかな。ごめんなさい、私の身長が低すぎて下までお見せできないんですけど、こうねちょっと波打ったラインが出て、かつそんなにこうさっきのと比べてねシンプルな方なので、よいしょ、デザインのあるベールがいいけどそんなに目立たせたくないとか、ドレスの方を際立たせたいっていう方とかいれば、この感じ、このラインがお気に入りですベールっぽいのでおすすめです。ちょっとねこのアンティークのレースの部分が少しね経年変化で色が出てきているので、ちょっとリメイクするかは考え中なんですけど、はい、続いてがこちらのベールです。どう見せるのがいいかな。これもねベールダウンしないタイプになるんですけど、マリアベールではなくって、これはジュリエットキャップベールという種類のベールとなります。何が違うかっていうとですね、この頭の部分とこのちょっと耳の横ぐらいに来るところなんですけど、ここがクシュッとなっている。でこれつけていただくと、私うまくできるかわかんないんですけど帽子っぽくなるんですよね。そうでさっきのはマリア様だったじゃないですか。でこれはそのロミオとジュリエットのジュリエットがつけているような中世ヨーロッパの女性とかがこう身につけていたようなこのベールというか布というか、それがねこの帽子っぽくここら辺にグシュッとなって帽子っぽくなるシルエット、こんな感じ。そういうのがジュリエットキャップベールっていうもので、日本だとまだ少ないかもしれないですね。海外の花嫁さんの写真とか見ると結構つけてる方もいらっしゃったりとかして、あと日本だとボヘミアン系のスタイルのウェディングやられる方とかそういう方とかはね、そのボヘミアンなスタイルのデザインのこういう形のベールをつけてる方もいらっしゃるんですけど、これも花嫁様のオーダーレンタルでお作りをして、でこれはねなんかガーデンウェディング、お庭が綺麗な会場でウェディングされる花嫁様っていうことと、あとは花嫁様のお写真を拝見してすごく笑顔が素敵で可愛らしい雰囲気の方だったので、お花をね模したものでちょっとこういうクシュッとなったこのジュリエットキャップベールがすごくお似合いになるだろうなと思ってご提案させていただいたら、そんなのがあるんですねって言ってこの形でお作りする運びとなりました。でこの頭の部分が
なってて、刺繍でね白いお花でパールとかつけて、作っているんですけれども、ここはこうちょうど頭の部分に来るのでカチューシャっぽく、お花の冠っぽくなるようなデザインになっています。で両サイドこうやってコームがついてるのでサクッと刺していただいて、で縁の部分はビーズが見えるかな、よいしょ、透明のビーズなんですけれどもついていて、これがまた外のねガーデンウェディングっていうことだったので、外の光を受けてね控えめでも可愛くキラッと光るようなデザインにしています。で、この背中の部分はこんな感じでお花がところどころに散りばめられています。っていうかね可愛らしい系のデザインですね。でお花もこのスパンコールで作ったお花と、あとはこれ刺繍の糸で作ったで真ん中にパールを縫い付けたようなデザイン、2種類ですねあって、そういったものをこんな感じで散りばめて作っています。これもね、シンプルだけど形もねちょっと変わってるというか一癖あって普通すぎないけど可愛いシンプルなベールっていうようなものになっています。はい、次からはミドルベールっていうんですかね、少しさっきより長さが長めになったベールたちをご紹介していきます。まずこちらフラワーカーテンというタイトルで、これはオーダーレンタルじゃなくって私が、ベールダウンできるベールをもう一個作りたいなとその時は思ってたので作ったものになります。でこのほんとヘッドドレスなんじゃないかっていうくらい華やかなねトップのデザインがあります。でこれレースですね。レースのお花の真ん中にこれは透明で中側がゴールドになってるガラスのビーズを真ん中に入れたのと、あとはここですね、蝶々がつがいでいます。そうこれもねお花型のスパンコールとか使ってるんですけど、これはフランスのヴィンテージものになってます。あとシルバーの糸でつがいの蝶々を作ってお花畑みたいなデザインになっています。でこれ後ろ姿に当たるんですけど、こんな感じでこの花畑のところからビーズがさーっとカーテンみたいに広がっていて、広げるとこんな感じですね。放射状になるのかな、こんな感じで。そう白とかねシルバーとかのビーズをこうランダムに刺繍をして、で間にお花こんな感じになってます。でフロントの部分は本当にシンプル、特に何もないのでこんな感じですね。背中の部分、前からこう花嫁様が挙式の時に歩いてこられて、で前から見た姿と後ろから見た姿がこう印象がまた変わるっていうようなベールになっています。私これ上手につけれるかな。こんな感じでよいしょもうちょっと下の方が可愛いかもね。それこそお団子ヘア、シニオンヘアとかにつけていただくとちゃんと見えてますでしょうか。こんな感じで結構前も後ろも長めになっているのですっぽりと覆われるようなデザインになります。私身長150センチなので
それも踏まえて見ていただければと思うんですが、ちゃんと試着配送も承っているので確認はできるのでご安心ください。コームはシルバーになってます。はい、続きましてこちら、これがパージュブランシュ一番最初のベールです。でブランドのアイコンのような存在でもあるやつですし、この YouTube チャンネルでもね、この白藤のベールなんですけど、白藤ベールのメイキング動画は今もよくご覧いただけているようなものなんですけれども、これですね、本当に私が最初に初めて作ったベールになります。で、使ってる糸がシルクの絹糸を使っていて、で直接このチュールにね刺繍をしているんですよ。そう見えますかね。葉っぱの部分も全部直接刺繍していて、でお花の部分は縁を糸でやって、真ん中のところに銀色かな、銀色とか透明か、銀色の糸で透明のビーズを刺繍しています。こんな感じ、結構ゴージャスですね。で、フロントの前の部分はビーズはなしで糸の刺繍だけで白藤を刺繍しているんですよね。それでクシュッとしたデザインになっていて、ちょっとつけてみますね。こんな感じで前側が糸の刺繍、後ろ見るとビーズと糸の刺繍で白藤を表現しています。これもさっきのベールと同じく結構すっぽりとね収まるようなサイズ感となっています。ベールアップするとこんな感じですね。よいしょ。やっぱ一人だと大変だなこんな感じでよいしょ、お使いいただけます。これもね、いやなんか結構ね、パージュブランシュ始めてから数年経ってるんですけど、やっぱ絹糸いいですね。なんかあんまり色の変化もなくて、ほんと通気性のいいところで保管してるだけなんですけど、やっぱいいんだなと思いました。はい、じゃあここからはロングベールですね。2メートル近くあるようなロングベールを2つご紹介していきたいと思います。で、画面にねちょっと映りきらないかもしれないので、写真も合わせてとかちょっと載せられそうなところに載せるという編集にトライしてみたいと思うんですけど、はい、まず最初のロングベールがこちらです。じゃん全部写すの本当難しいんですけど、ネイティブフラワーというお名前で、これはですね沖縄の竹富島、星のや竹富島さんでウェディングをされる花嫁様とお作りしたものになります。で、竹富島のその星のやさんのねウェディング会場がガジュマルの木ですね、幸福の木と呼ばれるんですけど、ガジュマルの木の前で挙式をねされるっていう素敵なウェディングスタイルなんですけど、そういったお話もお伺いしたので、かなりね沖縄っぽいというか、ちょっと生命力のある自然っていうのをモチーフテーマにして作りました。で、裾の部分がこうどう見せたらいいのかな、こうかな、これでいけるかこんな感じでかなり重さはあります見えますかね。で、これ
葉っぱは、レースを使っていて、お花の部分は手で刺繍したものとなっています。そうで、このツタというか茎の部分は刺繍をチュールに直接縫い付けて、お花と葉っぱ、溢れ出るような生命力のある自然っていうのをこのベールで表現しました。でもう一つ特徴があって、これがですね、よいしょ、フォームがこんな感じであるんですよね。でこれどうやって使うかっていうと、こんな感じ、後ろからで言うとこういった感じでちょっと真ん中をたるませてつける。なのでこれもベールダウンはできないものになるんですけど、ここをねつけてくださった花嫁様はシニオンヘアで下のね緩めのお団子を作って、その両サイドにこうやってつけられてましたね。そうでここちょっとたるませて、で背中が結構開いたドレスだったので、ちょっと背中が見えるぐらいの付け方でお付けになられてました。でこれがですね、さっきベールとセットになるヘッドドレスがあるっていう話だったんですけど、それがこれです。これもだいぶ経年変化してきて、色もなんかセピア色っぽくなってきたんですけど、これがガジュマルの木の葉っぱをイメージしたヘッドドレスと、あとこれですね、赤いビーズつけてるんですけど、これがサンゴでできたビーズです。そうでこれがですね、沖縄の竹富島がサンゴ礁が隆起してできた島ということもあって、サンゴのねイメージした赤いビーズを、つけています。なのでこれがですね、イメージでいうとこんな感じで両サイドにつけてもらったところにこうみたいなちょっと説明が難しいのでつけてみようと思うんですけど、こんな感じで全然見せられないなイメージわかりますかね。こんな感じでお付けいただくような感じでお作りしまして、写真とかをね見ていただく方が分かりやすいかなと思うんですけど、これがベールとヘッドドレスがセットになったものとなります。はい、でこれが次のやつが最後のベールとなります。でこれがねロングベール最後のやつで、ベールダウンができるデザインになってます。でこれをオーダーしてくださった花嫁様も緑のある中でお写真を撮られるっていうこともあったので、自然いっぱいのねものにしました。もうお花いっぱい作ったんですよそうでさっき1個前にご紹介した時ベールは1個のね丸いお花を刺繍したんですけど、今回のこれに関しては花びらをね一枚一枚別々に作って、かつ立体的に縫い付けてるんですよね。ピタッと縫い付けるんじゃなくって、ちょっとこう浮かせたりとかくるんってさせたりして動きのあるようなデザインになるように、お花を刺繍しています。で縁のところには白いビーズ、ちょっとパールっぽいビーズをこう縁にね刺繍をしていて、あとは葉っぱのレースのところにも銀色のね糸で刺繍をしています。でこのベールダウンできるんですけど、フロントの部分はかなりシンプルで、
さっきの縁のパールっぽいビーズの刺繍以外は特に何も装飾がないものとなってますので、前から見てもね、よいしょ、こんな感じでシンプルで大人っぽい雰囲気もあるようなものになっています。こちらもねお写真もつけておこうと思うので、よかったらご覧になってください。というわけで今日は私が今まで花嫁さんと一緒に作ったウェディングベールとヘッドドレスもろもろのご紹介をさせていただきました。今日の概要欄にですねパージュブランシュ、このベールとかヘッドドレスとかがレンタルできるパージュブランシュの URL を載せておきます。で、花嫁さんはもちろんですし、あとはアイテム取りとかしたい方とか、ドレスを作られている方がこう撮影用に使いたいとか、あとはヘッドドレスとかだとさっき言った通りで、そのおめかしの日に、晴れの日にお呼ばれアイテムとして使いたい方とか、あとは結婚式当日だけじゃなくても前撮りとか後撮りの時に使いたいっていう用途でも全然お貸し出ししておりますので、よかったらご覧になってみてください。というわけで説明がだいぶ拙かったと思うんですけれども、最後まで、ご覧いただきありがとうございます。あなたはどのアイテムがお気に入りでしたでしょうか。また次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ちょっとね、最近作ってる刺繍をご紹介したいと思うんですけど、ね、これ次の動画に載せたいなと思ってるんですけど、もうすぐねここの部分の刺繍が終わればご紹介できるかなと思います。ちょっと不思議な感じのお花模様です。で、もう一つが原画、巨大マックス原画。これは息子のリクエストで作ってます。なんかトレーナーとかにつけてほしいっぽい。結構ね紫いっぱいあって面積もこのぐらい大きくって、かなり糸使ったんですよこれもねもうすぐあとちょっとで完成できそうなので、頑張りたいと思います